ターのずんだもんなのだ。今日はベネズエラのニュースを3本まとめて見ていくのだ。まず豆知識なのだ。ベネズエラって名前は小さなベネチアって意味だとされているのだ。1499年頃、マラカイボ湖の周りにあった水上住居を見た探検家たちがベネチアみたいだと思ってベネチオラ、小さなベネチアって呼んだのが由来と言われているのだ。そして今回の一押しは3つ目のニュースなのだ。アメリカ下院でベネズエラへの軍事行動をめぐる戦争権限決議が僅差で否決されたのだ。トランプ氏の石油を取り戻したいという発言も含めて緊張がどう動くのか注目なのだ。ベネズエラは南アメリカ北部に位置し、首都はカラカスなのだ。19世紀にスペインから独立し、シモン・ボリバルゆかりの歴史を持つが、現在は強い大統領制をめぐる政治的対立が続く共和制なのだ。人口は約2800万、3000万なのだ。主要産業は石油資源で、民族音楽のホローポや野球文化が豊かなのだ。近年は深刻な経済危機や大量移民、国際制裁といった問題が注目されているなのだ。一つ目のニュースなのだ。CIA、ベネズエラ沿岸の人里離れた埠頭を攻撃したと主張という記事なのだ。アメリカの CIA が今月初め頃ベネズエラ沿岸の遠隔のドックを無人機で爆撃したと CNN やニューヨークタイムズが匿名情報源をもとに報じたのだ。米当局は麻薬の保管と積み出しに使われているとみて攻撃したとされるが、現場に人はおらず、CIA やホワイトハウス、国防総省はコメントを拒否しているのだ。一方、オープンソース分析では爆発の痕跡は見つからず、ベネズエラ政府も沈黙しているのだ。事実なら、トランプ政権がカリブ海に大規模兵力を展開し、小型船への攻撃で民間人100人以上を殺害してきた軍事作戦が、ついにベネズエラ本土への攻撃にエスカレートしたことになるのだ。またトランプ氏はベネズエラの石油をめぐっても権利を盗まれたと主張し、海上封鎖やタンカー打法を命じ、国連の専門家から国際法違反と非難されているのだ。これらの制裁と軍事行動は、マドゥロ政権によればベネズエラの資源を奪うための海賊行為であり、経済危機と多数の民間人の死を招く集団的懲罰だと批判されているのだ。二つ目のニュースなのだ。米国が海上封鎖を強化する中、トランプ氏がベネズエラ政権転覆を脅すという記事なのだ。アメリカのトランプ大統領がベネズエラのマドゥロ政権をおそらく打倒すると発言し、強い対人圧力と軍事的な威嚇を強めたのだ。場所はフロリダのマール・アラーゴでの会見なのだ。同時に麻薬対策を名目にしたカリブ海での大規模軍事展開の中で、沿岸警備隊がバルバドス東方でタンカー、センチュリーズ、小田星、以前にはスキッパーも抑えたのだ。どちらもベネズエラ産原油を運んでいて、別のタンカー、ベライチ、和ダホを避けて大西洋側へ逃れたと報じられているのだ。これにより他のタンカーも航路変更し、ベネズエラは原油輸出と生産縮小の危機に直面しているのだ。ベネズエラ政府はこれを重大な海賊行為と非難し、中国とロシアも国連安保理などで国際法違反だとしてアメリカを批判し、制裁と軍事圧力のエスカレーションに反対しているのだ。3つ目のニュースなのだ。米議会、ベネズエラ戦争権限決議を否決。トランプ氏は石油を取り戻したいと主張という記事なのだ。2025年12月、アメリカ下院でトランプ政権が議会の承認なしにベネズエラへ軍事行動するのを事前に止める戦争権限決議が賛成211、反対213の僅差で否決されたのだ。提案者の民主党マクガバン議員は、違法な対ベネズエラ戦争や石油目当ての終わりなき戦争にノーと言うべきなのだと批判したのだ。背景には国防長官エグセスらが
攻撃の計画も法的根拠もないと共和党議員に裏で約束したことがあるのだ。同時に麻薬取締名目での小型船爆撃を制限する別決議も否決され、9月以降の爆撃で民間人約100人が死亡し、国連は超法規的処刑と批判しているのだ。トランプ大統領はベネズエラへの海上封鎖やタンカー打破、制裁を強め、奪われた石油権益を取り戻したいと発言し、マドゥロ政権は資源略奪だとして非難。中国とロシアもアメリカの一方的制裁と軍事的エスカレーションに懸念を表明しているのだ。済んだもん。軍事行動や海上封鎖は民を苦しめるなのだ。国際法と対話で早く平和が戻ることを願うなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。